こんにちは。今回の動画では不要なものがお金に変わる手放し方をご紹介します。このチャンネルでは元雑貨好きマキシマリストで家族との関係をこじらせていた私がたくさんのもの、こと、執着を手放してミニマムな心地よい暮らしを目指して整えていくチャンネルです。たくさんのものを持っていた以前の私はもったいなくて手放せないと思っていた時期があります。もう買うことができない一点物の服や高かったブランドの服、古道具やアンティークの家具、使っていないのに手放すなんてもったいないと思っていたことがあります。ですが手放し方法を選べばもったいないどころか欲しい人に買い取ってもらえることもあります。何より物がないすっきりとした空間を味わうことができると、使わないのに持ち続けている方がもったいなかったことに気づくことができます。7月は予定があってなかなか整理できなかったので、今日は気になる箇所を手放しパトロールをしていきたいと思います。まずは恒例ですが、玄関に溜まった紙類を手放します。紙袋を使うのはゴミを捨てるときにまとめたり、メルカリを送るときに使うくらいなので、使いやすそうな大きさのものだけを残して、あとは手放します。手放し方はゴミとして捨てます。工具箱にも使わないものが入っていないかを確認します。こちらはお風呂でポンプがついたボトルをぶら下げるときに使っていたものなのですが、今は他のものを使っているので、こちらは手放します。100円ショップで購入したものなので、売れる見込みもないので、こちらも不燃ゴミとして手放します。前回の動画で整理をした和室の引き出しをこのぼ部屋のクローゼットに使っていきます。今はクローゼット用の奥行きが浅いものを使っているのですが、こちらの押し入れ用の方が奥行きがあって使いやすいので、子供部屋のクローゼットの引き出しと交換します。子供には着ていない服は夏休み中にクローゼットから出しておいてねと伝えて、不要なものはまとめておいてもらいました。この3段の引き出しと今まで使用していた4段の引き出しを入れ替えました。こちらの手放し方はリサイクルショップに持ち込みます。リサイクルショップに持って行っても1つ30円ほどにしかならないので、持っていく労力がもったいないと思うかもしれませんが、このタイプの引き出し収納はサイズが大きいので、捨てる場合は粗大ゴミ扱いになってしまいます。自治体で捨てるとお金がかかってしまうので、たとえ安くてもすぐに手放せてお金がかからないリサイクルショップに持ち込んだ方がお得です。こちらの小物の引き出し収納の中身も不要なものがないか確認していきます。この中には裁縫道具やアクセサリー、文房具やスペアキーなどが入っています。最近では使用頻度が少ないものが多いので、出し入れしやすい引き出し収納にしまう必要がないような気もしています。なので、物を減らすことができたら、場所を移動することも検討しています。この USB はもう使わないので、不燃ゴミとして手放します。取っておいた ID カードホルダーですが、こちらは使いたい人がいたのであげることにしました。あとはピアスを入れていた容器はゴミとして手放します。
夏休み中に部屋の整理をした子どもたちから預かっていた不要な服や物を仕分けます。メルカリで2000円以上で売れそうなものはメルカリに出品します。それ以外のものはすべてリサイクルショップに持ち込みます。ちなみに以前の動画でメルカリに出品した大和道の5ポケットパンツは15,000円で購入してもらうことができました。こちらの娘がずっと持っていた DS はメルカリで調べたところ2万円以上で購入されているのでメルカリで出品して手放そうと思います。今はリサイクルショップでは夏服しか買い取りしていない時期ですが、ついでなので一応すべての服を持っていきます。こういったアディダスの T シャツやノースフェイスの T シャツなどは割と値段がつく可能性が高いです。私がリサイクルショップに持ち込むときはなるべく一気に持ち込むようにしています。メルカリに出品する基準は2000円以上で売れるものとしていますが、数が多くて時間がかかりそうな場合はリサイクルショップに持っていくこともあります。この程度の量ならリサイクルショップに持ち込むで良いですが、片付け始めで物が大量にある場合はゴミとして手放すのが一番早いと思います。確実に売れるものはリサイクルショップにまとめて持ち込むようにするのがおすすめです。私は今回車でオフハウスに持ち込みました。近所にセカンドストリートもありますが、人気のブランド服以外はオフハウスの方が買い取ってもらえることが多いです。今回は8点で1030円で買い取りしてもらいました。以前査定金額を聞いて思ったより安くて売るのをキャンセルした経験があるのですが、持ち帰っても結局使わず持っているだけになり、結局ゴミとして捨てた経験があるので、思いのほか安かったとしても買い取ってもらえることに感謝して売るようにしています。ちなみにリサイクルショップの帰りに子供の制服をクリーニングに出したら1020円だったので、ほぼこちらを使い切りました。不要なものが減って、そのお金で今使っているものをメンテナンスできると考えたら、とても有意義なお金の使い方だと思います。いかがでしたか？今回の動画では不要なものがお金に変わる手放し方をご紹介しました。はじめのうちは高かったものでも査定金額の安さに売ることがもったいないと思うかもしれません。けれど高かったからもったいないという理由で持っているメリットは何でしょうか？使わなくても持ち続けていれば場所を取るだけでなくメンテナンスの時間やお金がかかってしまうこともあります。過去の私は何度か売らない選択をして結局捨てるという失敗をしてきました。たくさん手放した今となってはメルカリでもリサイクルショップでも次に使ってくれる人がいて買い取ってもらえるだけでありがたいと今は思います。私の失敗がどなたかの役に立ったら嬉しいです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。